んにちは、後藤茂雄です。このチャンネルは世界のアートシーンを巡りながら、これから来るもの、注目すべきものをピックアップしてご紹介していきます。今日は京都からです。京都は平安時代から1200年以上にもわたり日本の文化の中心地でした。伝統と革新が衝突し合いながら新しい価値を生成しています。京都は美術大学もたくさんあり、新しい才能が次々に誕生してくる現代美術の最重要都市です。今日は京都で開かれているアーティストフェア京都の会場からレポートします。このアートフェアは世界的アーティスト椿昇がディレクターとなり、名和晃平、矢野部賢治らのアーティストたちを巻き込みながら、アーティスト自身が作品を売る、アーティストと新しいアートコレクターの関係を創出する、今までのギャラリーシステムとは違う新しい仕組みの創出なのです。本年は残念なことに新型コロナウイルスの影響で土壇場で中止になりました。非常に残念でした。しかしアーティストたちに相談して特別の4人の作品を今日はセレクトしてご紹介したいと思っております。今日のキーワードはニューエステティック、新しい美学、京都からの美学です。ニューエステティックという単語はジェームズ・ブライドルっていう作家が提唱して美学なんですが、これはいわゆるデジタルの時代における新しいいわゆる美学創造というものなんですが、全面的に共感するわけではないんですけど、非常に面白い視点だと思っていて、それを拡張して今日お話したいと考えています。一人目は日本画のホープ品川亮です。ギャラリーが違うんですけども、美しいですね。ここに、金箔の上に大和絵風に書かれているわけですけど、日本には伝統的な、絵画スタイルとして日本画があります。これは四季の移ろいや花鳥風月を、画題とするわけです。これはもう本当に独特の、世界の中でも非常に珍しいものだと思うんです。で、これはローカルで伝統的なものだと思われているんですが、実はモダンなその主体表現というものを超える、ポストモダンな視点っていうものが非常に含まれている、潜んでいる。つまり世界に通じるような遊戯性っていうものが入っていると思うんですね。で、品川さんの作品っていうのは日本画の伝統的な技法っていうものはもちろん全てベースにしているんですけど、いわゆる日本画っていうものは漢骨だったり、昔の絵画の画題を漢骨だったりしたり、万葉集とか古今和歌集なんかには典型的ですけど、音画取りをしたりとか、そういうような、つまり昔のものを漢骨だったりして画題として使うっていうことがあるわけですね。そういういわゆる現代性っていうものを品川区も非常に注目していて、画面が作られているというところが非常に面白いです。それで、彼自身は、例えばここに花が描かれていますけれども、ベーシックには日本画なんですけど、この花の表現っていうのは非常に現代アートのいわゆるペインティングのスタイル、例えばそのローラ・オエンスのいわゆるペインティングの手法ですとか、そういうものと共通するもの、本人は革新犯的にやっているところが注目すべきポイントです。続いては山本翔平君です。で、山本君は1994年生まれですからすごく若いです。これは独特の作り方でコンピューターの上に画像を作っておいて、それを、自作のローラーにインクを塗ってキャンバスの上で反復させながら作ってるんですね。これはそれでいわゆるライトモチーフ、例えば美術史の中の美術像であるとかサインであるとか記号性みたいなものがなのであるとか、独
反復しながらいわゆる絵画を作っていくっていうようなスタイルをとってるんですね。これはある意味ではいわゆる我々がこの情報時代においてなんというか虚のスタイルになってる、自分そのものがだから虚っていうものを追求していて新しい強度ある虚の作品を生み出すっていうことを、彼は革新犯的にやっているっていうところが僕は非常に面白いと思います。3番目は写真家の高健良君です。高君は京都で生まれ上海で育ったチャイニーズなんですが、非常に面白い写真を撮っています。彼はユートピアやシティスケープっていうのがいわゆるテーマなんですが、我々の今の世界というのはデータで溢れているわけですね。写真というのは真実を撮影するっていうふうに言われたんですけど、今や写真は全てデータです。彼はいろんな都市に行き、それをいわゆる多視点的に撮影したものを1枚の中に合成するんですが、普通の合成と違って全ての情報はなんとグリッド処理されていて、それが複装しているわけです。だから簡単に言うと彼の作品の中では、遠いところと近いところ、例えば昔と今、そういうようなものはもう判然としないような表彰になっているわけですね。ここが非常に僕は面白いところだなと思います。近づいてみましょう。すごい線がレイヤーがほんと重なり合っていますよね。でそのなんていうかどこにもない場所、つまり例えば我々は世界を見ているのかモニターを果たして見ているのかということも判然としない状態にあるということを高健良の作品はよく示しているんだと思います。さて最後4番目は書家の橋口倫太郎君です。彼は長崎県の生まれなんですが、初めて僕が見ました。この会場でびっくりしたんですね。で彼はペインターではなくて書道家なんですけれども、タオルでアクションペインティング風にやります。ですから作品をパッと見ると井上雄一だったりとか舞台の白髪和夫を連想するのは当然だと思うんです。でも彼はその長崎の本当片田舎で農業をなんていうか手伝いながら、黙々とやってるわけで、一人でここでいわゆる都会から離れたところ、時代から離れたところで作品を作っているんですけれども、そこに置いてあったノートが僕は非常に面白いなと思ったんですね。それは記号の宇宙論のようなものが黙々と書かれているわけです。それで彼はヘッドホンで、パンクロック、ハードコアロックを聴きながらエネルギーをそのペインティング、その画面の上にぶちまけるっていう風なスタイルをとってますね。ですからパッと見たらこれは今までの延長じゃないかと思うかもしれないけど、これ全てアップデートされたものなんですね。ここに書かれているものはあれです。アルファベットで書かれているわけです。もうそのペインティングの形であるとか、いわゆる言葉であるとかっていうことは判然としない、本当無国籍状態のものを長崎の本当片田舎の青年が作り上げているっていうところは僕は非常に、感動したっていうかびっくりしたんですね。これですよ、この近づいてみましょうよ。この記号なのか絵なのか象形文字なのかわからない。これは本当に細魔術家っていうものを表現していると思います。こういうような状態で、つまり世界がネットワーク化されて全てがやっぱりデータ化されているような中で新しい何か美学っていうものが発生してきてるっていうことに僕は注目すべきだというふうに思います。ですからその普通はいわゆる何か美術史のレバランスで新しいアートが生み出されるっていうふうに思うかもしれないんですが、こういうふうに情報から離れたところから新しいものが出てくるっていうのも一つのスタイルだと思います。残念ながら、今回の、アーティストフェア京都っていうのは中止になっちゃったんですが、他にも面白い作品がたくさんありました。来年もさぞかし盛り上がることだと思います。注目しています。